キーボード愛用者のためのめちゃくちゃニッチなガジェットを開発しました。こんにちは、トバログです。いやー、皆さんお待たせしました。1年前ぐらいからね、開発していて、ちょいちょい小出しにしていた、このね、いろいろな PC の上にカシャッとはめ込んで、キーボードをね、その上に装着して使えるガジェットが完成しました。このガジェット本当にめちゃくちゃいいですね。自分でね、開発に携わっているからっていうのもあるんですけど、本当にね、1年間使っていて、もう手放せないガジェットに個人的にはなってしまっているので、今回はこれについて、どういう風に使うのっていうところとか、あとどういう機種に対応しているのとか、ちょっとしたね、開発ストーリーみたいなところを動画で紹介していこうと思います。全国のね、外付けキーボード愛用者の人にはね、ぜひ手に取ってもらいたいですね。というわけで早速行ってみましょう。はい。というわけで今回紹介するのがこちらのタイプスティックスですね。1年ぐらい前からトバログとファーイーストガジェットっていうね、メーカーとコラボレーションをして作っていたアイテムです。いろいろな PC の上、例えば MacBook だったり、ゲーミング PC だったり、社用 PC とかそういうね、OS の壁を越えたいろいろな PC の上でいろいろな種類のね、キーボードを使いたい。ファッションのようにキーボードと PC を着せ替えながら使いたいっていう用途で開発したものです。めっちゃコンパクトで可愛くないですか？これがもうガジェットっていうのは信じられないぐらいのね、コンパクトさで、本当に板ガムとか文房具みたいな感覚があります。このパッケージもね、相当こだわって作られています。で、ここをスッとね、押し込むと、この折りたたみの箸のようにね、持ち運び用の箸のような感じで本体が現れます。そういうね、意図からタイプスティックスっていう名前が付けられています。本体もね、めちゃくちゃミニマルですね。トバログ的にはね、やっぱりガジェットはね、白系のアイテムで揃えたいっていうのがあるので、今回このタイプスティックスもホワイトで作っています。で、これ1個で使うんじゃなくて、実はこれ1組になっていて、パカッとね、開けると、こんな感じのね、ガジェットになっています。これがね、タイプスティックスって今回名前がついてるんですけど、この割り箸のようにパカッとね、開けるギミックがちょっとね、お箸っぽいなっていうところでタイプスティックスっていう名前にしているんですね。で、これを例えばね、MacBook のこういうキーボードとキーボードのね、隙間にこうやってはめ込んで、で、この上からいつも使っているキーボードを載せると、いつもの打鍵感のまま、このね、ノート PC の小スペースな状態で使える。しかも誤入力がないっていうところが、やっぱりね、最高のアイテムですね。で、価格はね、2480円で Amazon で購入することができます。そして Amazon の他にもなんとね、この HHKB を販売している PFU のね、ダイレクトショップだったりとか、あとファーイーストガジェットのね、専用の EC サイトでも購入することができます。いろいろなところでね、展開していますね。はい、っていう感じのめちゃくちゃニッチなアイテムなんですけど、いや、個人的にはこれ実現できてめちゃくちゃ嬉しいです。一番ね、本当に一番ユーザーの中で待望してたのが僕なんじゃないかっていうぐらいね、本当に欲しかったアイテムで、そもそもなんでトバロがこのガジェットを作ったかっていうと、これはね、いろいろなキーボードと PC をね、組み合わせて使いたかったっていうのがね、一番ですね。僕、会社員時代からずっとね、この HHKB を使ってるんですけど、やっぱりね、PC によってはあんまりね、相性が良くなかったりするんですよね。例えば MacBook だったら、こうやってね、MacBook を開いて、この上にね、うまーくこうやって乗せると、後ろのこの下のキーをね、タッチせずに、このままカチャカチャ使って、普段使っているこのトラックボールをね、使うっていうのができるんですけど、例えばね、社用 PC の Windows とか、あと普段僕が使っているこういうね、ゲーミングノート PC だと、いつも使ってるね、この HHKB、この上に置いて使えないんですよね。もうキーを完全に押しちゃうっていうサイズ感なので、本当に HHKB を使いたいときは外出先でもね、こうやって端っこに PC を寄せて、空いたスペースにね、こうやってキーボードを置いて使ったりしないといけないんですけど、やっぱりね、キーボードと画面の距離が離れると、ノート PC って使いにくいんですよね。できるだけこういうゲーミング PC もね、小スペースで使いたいっていう時に、こうね、ちょうどいい位置にこれをね、はめ込んで、カシャッとその上からね、キーボードを乗せると、そのままいつもの打鍵感で、この小スペースのまま作業ができるっていうわけですね。これはめちゃくちゃ最高。
今までも孫子スタイルって言って、こういうね、PC の上にキーボードを載せて使うっていうスタイルは結構ね、いろいろな人やってたと思うんですけど、いろいろな PC ってなるとね、結構難しくて、だいたい MacBook 専用とかだったりしてて、そこがね、ちょっと悩みだったんですよね。なので、それを解決するためのアイテムが欲しいなと思って、最終的にこれになったっていうわけです。で、欲しかった理由、開発した理由2つ目としては、やっぱりサイズ感ですね。本当に見ての通り、このサイズ感、この薄さで、しかもね、2つがピタッとこう折りたたまるね、この磁石でピタッとくっつくギミックによって、この状態で持ち歩けるんですね。このなんかシャーペンの芯のような板ガムのようなサイズ感なので、例えばね、このまんまこうガシャって入れて、ガジェットポーチに入れて持ち運べるサイズ感にしたかったっていうのがあります。やっぱりガジェット類って結構そもそも重いじゃないですか。ノート PC とかこういうのとかもね、割と重たいんで、それ以外のガジェットはできるだけ重量を減らしたいっていうのがあるんですけど、結構ね、大きめのものとかだと自然とね、持ち歩かなくなってしまうっていうのがあって、できるだけコンパクトでしかも軽くしたいっていうところで、今回この開発に至ったっていう感じですね。一応重さ測ってみると実測値で 17g っていう感じです。めちゃくちゃ軽いガラスフィルムぐらい iPhone の。このポケットとかガジェットポーチに気軽に収められるこのサイズ感がやっぱりね、作りたかったポイントの一つであります。で、3つ目としてはやっぱりデザイン性とこの見た目のミニマルさ、そして白さっていうところですね。これに関してはもう理想のものって多分ね、自分で開発からちゃんと入り込まないと本当にいいものってできないと思うので、そこはね、本当に実現するために最初から企画から頑張ったっていう感じですね。こういうガジェットってもしかしたらね、これまでも需要あったかもしれないんですけど、もし僕が作ってなかったら多分この真っ白さとかにはならなかった気がするんですよ。やっぱり個人的にはね、機能性と見た目の美しさみたいなところのバランスはすごい重視したいところがあるので、そこがね、完全に再現できているところがめっちゃ嬉しいです。これは本当にファーイーストガジェットのプロダクトデザイナーがめちゃくちゃ頑張って、実装してくれたというか、実現してくれた感じですね。本当に一人だったらね、これは絶対にできないデザインかなと思います。はい、そんな感じで、トバログが欲しいもの全部詰め込んだガジェットっていう感じですね。実際にね、使ってみようかなと思うんですけど、このガジェット自体はめちゃくちゃシンプルな構造なので、本当にね、なんかレビューがしづらいというか、本当にさっき紹介した通りパカッと開いて、このね、溝の部分にこうやってこのタイプスティックスを当て込んで、で、この上から PC を置くと結構ね、こうかなり強い圧を加えても下のキーボードが押されないっていう、それだけのね、アイテムって感じです。一応ね、構造を見ておこうかなと思うんですけど、表面はね、シリコン素材で覆われているので、こうやってね、キーボードを置いても、キーボードがね、すごい滑って落ちるみたいなことはほとんどないかなと思います。で、背面を見るとこんな感じで T 字型にね、溝が入ってるんですね。で、ここはね、硬質プラスチック素材なんですけど、この T 字になっている、ね、溝の部分をノート PC側のキーボードの間にこうやってね、はめ込むことで、実際にこうやって打たずにね、使えるっていう円の下の力持ち的なアイテムっていう感じです。で、注意点としては、こういうね、キーとキーの間に溝があるタイプのキーボードでしか使えないっていうところですね。これに関してはね、現状発売されているノート PC のほとんどがね、だいたいこういうタイプなので、こうやって間にはめ込んでずれないようにするっていうのはできると思うんですけど、例えばね、デルの XPS プラスとか、あとちょっとね、レッツノートとかだと確かね、溝とかそういうところがね、難しすぎて使えなかったんですけど、そういうね、一部のキーボード、ノート PC のキーボードを除いて、だいたい基本的に使えるっていう感じです。この辺はね、MacBook、Windows 含め、いろいろなね、PC で検証はしているので、対応機種に関しては公式ページをぜひチェックしてみてください。もちろんね、世の中にはたくさんノート PC があって、全てをね、試せているわけではないんですけど、一応対応としては、このキーとキーの間が 2.5 ミリ以上空いているもの、そしてキーの高さが2ミリ以下っていうものに、対応しているっていう感じです。現行で使われているもので言うと、おそらくね、このエイリアンウェアのチェリー MX ウルトラロープロファイルキーを搭載したこのキーボードがおそらくキーストローク一番深いんじゃないかなと思ってるんですけど、これでね、1.8 ミリなので、全然このタイプスティックスで問題なく、こうね、押し込まれることなく使うことができます。正直タイプスティックスの企画を考えたきっかけはやっぱりこの、エイリアンウェアのね、キーボードだったの
で、このめちゃくちゃ深いストロークでもちゃんと HHKB を置いてこうやってね使えるっていうところはかなりねこだわっています。なので基本的に高さに関しては一部、メカニカルがっつりしたキーボードを搭載した PC 以外は使えるんじゃないかなっていう感じですね。で、意外とねこれ置いてちょっとこうカタカタ横にずれたりはするんですけど、キーボードをね置いてしまえば両側で結構固定されているので、そんなにこうねずれる感じもなく普通に使い込めるんじゃないかなと思います。で、あんまりね逆にこうやって横にずらしたりとか強い力を込めるとここがね硬質プラスチックになってはいるんですけど、ここのなんか塗装とかそういうところはね PC 側傷つけてしまう可能性があるので、そこだけちょっと気をつけていただければって感じですね。基本的にタイピングしてる分には1年使った感じ問題なさそうなんでこれでいいと思うんですけど、そこだけ注意が必要です。タイプスティックスのね、いいところとしては、やっぱりね、レイアウトの場所を選ばないっていうところで、例えばね、こっちの端っこにこうやってね、2個一緒に置いておくこともできるので、キーボードをね、普段は使わないよっていう人だったら、この上に例えばこういうね、点キーを置いて、このままこう、ペンで書きながら点キーで左手デバイスとして使うみたいな、そういうね、使い方もできます。で、キーボード側の対応なんですけど、一部ね、キーボードとかだと、この後ろにすごいゴツゴツね、なんかいろいろついてたりするんですけど、そういうのは基本的には難しいかもしれません。ただこういう風にフラットだったら全然こうやってね置くことも問題なくできるし、あとは置く場所をちゃんと考えれば、こうやって爪を立てた状態でもそのね爪の部分とこういう風にね合わせて使うことで、一応立てた状態でこう角度をつけながら使うっていうことも可能です。よりカスタマイズしたいんだったら、この上にねちょっとしたゴムのボールみたいなのを、半円のボールみたいなのを乗せて、自動的に置けばねこうやって角度がつくようにとか、そういうカスタマイズも可能かなとは思います。推奨はしないんですけどね。今回ね、キーボード YouTuber で人気の山カフェさんにもね、今回送ってもらって試してもらってるんですけど、もちろんね、HHKB はそうなんですけど、キークロンのね、キーボードだったりとか、あとニューフィーのね、キーボードとかでも試してもらっているので、そういうのでもね、使えることは確認しています。ただね、ロジクールの MX キーボードとかだと割とね、角度がボコってついているので、そういうやつだと、ここに置いて、で、接地面、下の部分をこういうね、ちょっとトラックパッドと被るような場所に置くみたいな使い方をすると、使えるかもですね。この辺はね、キーボードの種類とか PC の種類によってね、組み合わせって本当に無限大なので一概には言えないんですけど、例えば勇者工房さんとか、そういうね、実店舗がある場所でこれが試せるようになるといいなと思っています。ファイストさんお願いします。レビュー自体はね、本当にシンプルなアイテムなので、こんなところではあるんですけど、せっかくなんでね、どういう風に開発がスタートしたのか、そしてどんな感じでね、進んでいったのかみたいなところも紹介していきます。はい、まず開発のスタートとしては、トバログが一応発案者っていう感じなんですけど、僕の場合結構ね、普段こういうのあったらいいなっていうものをね、アイデア帳としてこうリストアップしてまとめているんですね。で、その中の一つに、どんな PC のキーボードにも載るキーボードステッカーみたいなところが最初の発案だったりします。一番最初はね、ここにもある通り、こんな感じの、ちょっと突起が T 字型についているゴムのね、ステッカーっていうイメージだったんですね。で、このゴムのステッカーを例えばねこういう、HHKB の後ろとかに貼り付けておけば、こうやってねカチャカチャとちょっと合わせるだけでいろんなね PC にも接続できるかなっていうところで、最初はねそういうイメージで考えていました。こういうねちっちゃいパーツが4つあって、それをカタカタと乗せるとこんな感じで置けますよっていうものですね。この時点ではプロトタイピングをしたわけでも 3D プリンターで作ったわけでもなかったので、実際にこれが実現できるかどうかっていうのは全くね未知数というかわからない状態でしたね。なんですけど、この時点でそれが実現可能なのであれば、例えば HHKB だけじゃなくて最近流行っているゲーミングキーボードとか、あと自作キーボードとか、そういういろいろなキーボードをいろいろなね PC、社用 PC だったりそういうのでも使えるんじゃないかなっていうところがやっぱり発想の起点だった気がします。これをね書いたのは結構前だったんですけど、エイリアンウェアの PC を買った時にこの HHKB が使えない問題がね起きてしまいまして、そこからファーイーストさんに連絡してちょっとね企画していったっていう感じです。ファーイーストガジェットさんってホームページとか見てもらえるとわかると思うんですけど、ちょっとした細かいなんかこういうのあったらいいなっていうガジェットを作るのがすごい
得意な会社なんですね。会社っていうか本当にユニットみたいなプロダクトデザイナーと広報の2人でやってる会社みたいな、プロジェクト的な感じなんですけど、例えば僕も学生時代から愛用してるんですけど、MacBook のキーボードを無刻印化するブラックアウトステッカーっていうのをね、作っていたりもしたので、そういうのをね、作っているのであれば、このキーボードに置くステッカーも実現してくれるんじゃないかなっていうね、淡い期待を抱いて企画を持ち込んだのがスタートですね。で、その話からね、実際にやりましょうってなって、1ヶ月ぐらいでね、2つのタイプの、プロトタイプを送ってくれました。1つが、これのね、イメージに近いステッカーになりうるこういうゴムのね、4つぐらいの足と、で、もう1つが、ファーイーストさんが、こういう感じで佇まいよく2つに折りたためたら、持ち歩くとき便利だよねっていうところで、この木のね、今の原型になるこのタイプを送ってくれた感じですね。で、もともとイメージしてたこっちでもね、全く問題なく使えたんですけど、これ4つをこういちいちキーボードの上にね、こうやって置かなきゃいけないし、あとガジェットポーチの中で結構バラバラになっちゃうから、なんか持ち歩くときめっちゃ不便だよねっていうことで、この用途だったら2つでも問題ないんじゃないかなっていうところで、このタイプが送ってくれたっていう感じです。これは見た感じすごい華奢だし、木製だし、ペラペラしてるし、本当に使えるのかなっていう感じだったんですけど、実際にね、MacBook に置いて HHKB 使ってみると結構問題なく使えたんですよね。意外とこの足の部分4箇所で止めてるから、こうやって、重ためのキーボードを置いたとしても、割とね、ちゃんと支えてくれるところがあって、じゃあこの方向性で行きましょうっていう流れで、この方向性で進んでいった感じです。トバログ的にはね、木目調も温かみがあっていいとは思うんですけど、やっぱりこういう白いガジェットとか、最近キーボードとかっていうとゲーミングのイメージ強いじゃないですか。で、ゲーミングとかと合わせるのであれば、もう少しね、無機質なプラスチック系とか金属系とかの方がいいんじゃないかっていうところで、その次にね、作られたのがこのプロトタイプですね。個人的にはね、やっぱり真っ白い系のアイテムがいいっていうところで、できるだけ白に寄せたものが欲しいっていう強い要望をね、出してこれになっています。白いガジェットってね、黒いガジェットの10分の1ぐらいしか売れないんで、結構ね、思い切った、切り返しだったんですけど、おかげでね、トバログがすごい好きな形になった感じですね。で、これ自体はね、オーストラリアにも持って行って、ずっとね、HHKB とこのエイリアンウェアとね、一緒に組み合わせて使っていたんですけど、全くね、問題なく使えていました。やっぱりね、HHKB 自体高さがあるので、ちょっとね、手首の角度がこうなっちゃう問題はあるんですけど、それは損失スタイルとかそういうのをするのであれば、必然的に起きちゃうことなので仕方ないかなっていう感じではあります。で、この時点からほぼほぼね、完成されていて、トバログ的にはもうこれでいいんじゃないかなっていう感じがしてたんですけど、ちょっとね、こう合わせた時に、ちょっと薄すぎて反っちゃうとか、あとここのね、細さがちょっと気になるっていうところで、どんどんこの後2、3回ブラッシュアップを重ねて、現在のね、この形状に至ったというわけです。本当にプロダクトデザイナーの人がめちゃくちゃ考えてくれて、この磁石をね、できるだけ見せないようにしたい。だけど完全に埋め込むと、こっち側がちょっとボコってなるとか、そういう本当にプロダクトデザイナーならではのね、すごいなんか細かいところをたくさん検証してくれて、現在の形状になっているわけですね。この辺はトバログが例えばね、3D プリンターで作っただけだったらこんなにね、気持ちよくいかなかったので、やっぱり一人じゃこういうのってできないなっていうのは改めて痛感しましたね。で、これをパチッと収めると磁石でね、ピタッとくっついてすごい気持ちいい感じのギミックになるので、これをね、起点としてパッケージとかネーミングとかを考えていたっていう感じです。で、ファーイーストガジェットって、東洋のガジェットっていう意味を込めて作ったらしいので、ロゴもね、実はお箸の形らしいんですよ。なので、そこと合わせて、このね、パカッとするギミックとかがお箸っぽいから、お箸がね、英語でチョップスティックスなら、これはね、キーボードを入力するためのお箸だからタイプスティックスっていう風に名前が決まっていって、で、このミニマルなパッケージも、じゃあお箸を収納するのであれば、箸をね、入れるためのガジェットっぽくしたいっていうところで、このね、形状に至ったっていうわけです。めちゃくちゃかっこいい。これは正直ね、これのデザインが上がってきた時は本当に鳥肌立ちましたね。自分が考えたこういうタイプのガジェットがまさかここまで洗練されたものになるとはっていうところがね、やっぱり感動で、これが今商品化されて手元に届けられるっていう感じです。いやー、感慨深いわ。その間ね、だいたい1年ぐらいでずっとブラッシュアッ
プしながら何回もね、いやーこれは真っ白がいいですとか、ツートンカラーの方がかっこいいですとか、ここはね、非光沢にした方がいいですとか、なんかいろいろね、そういう話し合いしていったですけど、キーボードのお供なのでできるだけねコストを抑えて作りたいっていうところで、ギリギリの感じでね、本当に利益度外視っていう感じで作られたっていう感じです。これに関してはね、めちゃくちゃ売れてがっつり利益を得ようっていうよりかは、トバログ的な使い方で悩んでる人に届いてくれたら嬉しいなっていう感じなので、この価格に抑えて作っています。はい、という感じでいろいろね、使い勝手からこだわり、制作ストーリーみたいなところまで本当にお伝えしてみたんですけど、ちょっとね、長くなっちゃったんですけど、これはね、ぜひ、すごい頑張って作ったので、皆さんの手に取ってほしいなと思っています。発売金額は2480円で、購入はね、今この時点でもう Amazon とか、あとPFU のね、ダイレクトストアとか、そういうところで購入できるので、ぜひチェックしてみてください。概要欄の方にリンク載せておきます。はい、というわけで今回この動画は終わりにしようと思います。ありがとうございました。